紹介いただきました高田と言います。よろしくお願いします。今日、樹木の関係で、呼んでいただいたんですけども、果樹ということで、果実が主な生産物ですので、少し話が違うところもありますが、ちょっとすり合わせながら、紹介できればと思います。で、今日、話したいと思っていることを、挙げていますが、土壌から樹体へのセシウムの移行と、樹体内での移行、幹から果実とかいったものですね、そういったものの移動と、樹体から土壌への移行というものが、果樹園における放射性セシウムの動態として挙げられますが、そのうちの、1つ目と3つ目の土壌から樹体と樹体から土壌といったあたりを少し紹介できればと考えています。で、まず土壌から樹体ですけども、これ以前紹介したことがあるんですけども、桃の木になりますが、桃の木をこういうふうにコンテナボックスで栽培してたんですけども、事故の直前に、別の試験の関係で土壌の表面だけ全部被覆栽培しているという桃の木があったんですけども、こういう被覆している木と被覆してない木に関して、セシウムの量を調べたという試験になります。被覆しているということは、フォールアウトは基本的にはほぼ、木にしかかかっていないんですけども、被覆していない方は、土にも、セシウム入ってますという、試験区になります。で、その結果、土の濃度が、被覆してない方ですと163、という濃度だったんですけども、7分の1ぐらいの27ぐらいに抑えられましたと。抑えられたんですけども、自己当年に関して、果実の濃度を見ますと、これドライウェイトあたりになりますが、31と30ということで、ほぼ値としては変わっていないということになります。見方によっては1ベクレル違うと言えなくもないですけども、有意な差ではありません。ですので、自己年では土壌から果実への移行というのはちょっとわずかしかないということが分かりますが、とはいえ、いろんな植物でですね、移行係数ということが、使われていますが、土壌から移行というのは確実には存在しています。で、果樹、あるいは樹木の場合何が問題かというと、土壌からの移行についてどういうふうに考える必要があるかということを、樹種といいますか、永年性の樹木であるということで考えないといけないということになります。そこで、果樹の根の深さというものにちょっと着目して、少しした試験を紹介したいと思います。で、その前に、これ桃の根の、桃の木の根の断面になりますが、でこちらの図が、深さごとの根の本数になります。写真ちょっと分かりづらいですが、サイズちょっと違いますけども、根の浅いところにはですね、あんまり桃の場合根がいません。で、10センチかぐらいにいっぱいいて、その下にも細い根を、頑張って出しているという感じになっています。で、桃の場合ですけども、基本的には、0から5センチという、セシウムの濃度の高いところというのは、根のいっぱい出るところではありませんという結果になります。で、先ほどの、三浦先生たちの話ですと、リター層というのがこのさらに上にありますが、そういったあたりには果樹園ではあまり根を生やさないということが一つ挙げられます。で、根の深さも樹種とかですね、栽培条件によっても違うんで参考程度にしていただきたいんですけども、先ほどの桃が重要なところに位置しているわけですけども、キウイとかブルーベリーとか、イチジクといった根の浅い樹種と、日本梨とか柿とかですね、深い樹種などいろいろあります。で、そこで根の浅いイチジクと、そうではないブドウについて、ちょっと試験をしたものを報告します。で、鉢植えで栽培したので、家庭菜園とかされたことある方は分かるかもしれませんが、ポットで植えると根が、鉢の中全部巡ってしまいますので、植え付けてすぐから調べてますが、根の浅いイチジクでは上の方ですね、比較的最初出てくるというのが分かるかと思います。で、浅くないブドウっていうのは上の方に出ないわけではないですが、比較的前面に出るという、
根っこの出方をします。でこの浅いイチジクとそうじゃないブドウについて、試験をしました。でどういう試験したかといいますと、土壌の表層を、セシウムで汚染された土を使って栽培する。であるいはその逆で土壌の下層だけを、セシウムで汚染された木で栽培するという試験をしました。で非汚染の土は購入した、事故前に購入した非汚染の用土になります。でこちらの表層汚染したものというのが、いわゆる、現場に近い、試験になりまして、こちらの方はその真逆を再現したものになります。でその結果、かいつまんで移行係数だけ、示していますが、根が比較的前面に出やすいブドウに関しましては、現地土壌を再現したような表層を汚染した、処理区よりも、下層が汚染されている方が、大体3倍弱でしょうか、3倍弱移行係数が高いという結果になりましたが、イチジクのような根の浅い樹種に関しましては、その結果が全く逆でですね、表層を汚染した方が、セシウムの吸収が良いといいますか、これも3倍強ですかね、移行係数が高いという結果になっています。ですので、樹種ごとにですね、畑を作る場合、あるいは今後、改植などすることもあるかもしれませんが、そういった場合には樹種ごとにですね、表土を剥ぐのか剥がないのかとかですね、土をどういうふうに混ぜるのかとか検討する必要があるかもしれません。であと、私、去年あたりから三浦先生と、森林の調査を同行させていただいているんですが、森林の調査をするにあたって、果樹園とだいぶ違うなと思ったところが何点か、あります。でおそらく根の発達とかですね、セシウムの吸収とかいったところにも関係しているんじゃないかと考えているんですけども、果樹園表層には草が生えてて、それを普通に草刈り機で管理することが多いです。で先ほどからリター層という言葉が出てきてますが、基本的にはですね、病気の発生源になりますので、落葉は持ち出すことが多いです。持ち出すのが絶対いいですよと、県の普及所などは指導しますが、なかなかそうはできないので、確実にされているわけではないですが、基本的には、持ち出すことが多いです。でほっといてもですね、これうちの桃の木ですが、剪定してありますが、春先になると、風で結構飛んでどっかに葉っぱいなくなったりします。ですので、リター層の発達というのは平地の果樹園に関してはあんまりないと考えていいと思います。でその代わりにこれ断面になりますが、非常に見づらくて申し訳ないんですけども、草刈りしますと言いましたが、表面の5センチぐらいというのはですね、こういう、草の根が、マット状にすごく存在しています。で普通の雑草であれば雑草であっても、例えばクローバーのようなものをまいておられる方もいるんですけども、そういった場合でも結局この表層の5センチあたりというのは下草の根っこがマット状に存在してますので、セシウムの濃度の非常に高い、表層の土というのは、仮に果樹の根が、上の方に生えてきたとしてもですね、下の、雑草との競合がすごい激しい状態になりますので、比較的に根っこが下に逃げやすいということがちょっと考えられますので、その辺がちょっと森林とは違うかもしれないと考えています。でここまで少しまとめさせていただきますと、自己等根に関しては、根から果実に移行する量というのは少ないだろうということが分かりまして、根の深い樹種は、表層のセシウムを吸収しにくいですけど、根の浅い樹種は、表層のセシウムを吸収しやすいんじゃないかということが分かります。で、ここからが、今日のセッションに比較的、関係するところになりますが、樹体から土壌への移行についてです。で、先ほどのガラスの桃の根っこの、写真をずっと継続して調査したらこういうグラフになるんですけども、桃の根の成長をずっと、1回ガラス付け替えてますが調査したものです。かいつまんでいうと上側が、根っこの全部の量で長さです。で下側が白い、根っこですね。
桃の根っこ、白い根っこが出てきて2、3週間、1ヶ月弱すると、枯れてしまうか、茶色い根っこに、バージョンアップというか、合併してしまいます。で、その白い根っこと、全根長になります。で、ピンク色が開花から収穫になりますが、秋口でもちょっと下がっているんですけども、収穫後ですね、収穫後といいますか、果実が、ブクブク肥大してくる時期に差し掛かりますと、根っこの量が急速に、減っていきます。で、これガラス面を見てると、1週間とか10日とかでごとに調査するんですが、先週までここに根っこあったよなというところが、急に根っこいなくて、なんか筋が1本残ってるみたいなことが結構あります。で、ターンオーバーとかですね、根の腰脱落とかいったものが、果樹でも起きてて、収穫後によく起きます。で、こういうふうに全根長も減りますので、セシウムが樹体から土壌に移行するということは十分に考えられるのではないかと、思います。で、三浦先生も紹介されてましたが、葉っぱが落葉したりするのと同様に根っこも樹体から切り離されますと。で、セシウムを含む根が切り離されたら土壌中で分解されてセシウムも、放出されるかもしれないということが考えられます。で、土壌への移行に主眼を置いてした試験ではないんですが、ちょっと関係しそうなので、紹介させていただきます。福島県のですね、伊達市の果樹園から桃の木を掘り起こしてですね、樹体をきれいに洗浄して、根ももちろん洗って、非汚染の土に植え替えるという試験をしました。根っこに関しては直径が2ミリ以下の細い根っこを全部取ってますので、栽培して出てきた新しい細い根っこというのは、完全に汚染した土のついていない条件で栽培された新しい根っこということになります。で、その結果ですが、上側の数字が濃度で、下側が分配量、果汁平均になります。で、濃度だけ見ますとですね、新しい根っこ結構というか、一番高いという値になっています。で、この根っこ土が基本非汚染のところで栽培してますので、こいつのセシウムの由来源というのは、古い根っこか枝か、そういったところになります。ただ、重量比をかけますと、葉っぱとか果実の重量に圧倒されますので、3番目といいますか、新しい期間の中では3番目のセシウムの含量ということになります。で、パーセントに直したものです。植え付けた時の、木のセシウム含量を100とした場合、矢印としてはおかしいですけども、古い期間には 97% とどまって、新しい期間に 2.1% 移動しますということになりますが、それ以外のですね、1% 弱が、土壌でも、検出されてですね、土壌中にもちょっとだけセシウムが移動するという結果になりました。表面シートで覆ってたので、なんか、滑落して土壌中に入ったということはないはずなんですけども、土でも、セシウムが検出されているということが、突き止められましたので、やっぱり根っこが枯れたりですね、あるいは表面から溶出しているのかとかはちょっと分かりませんが、土壌へもセシウムが移行するということが考えられます。で、こちら現地の、福島市の桃園の試験になりますけれども、セシウムとカリウムの濃度を示したものです。で、ちょっと、ラベルが小さくて申し訳ないんですけども、根の深さ別に1、2、3、4、5層に分けています。表面が0から5で、一番下が21から30センチの層になりますが、ここですね、2012年では、深いところ、全然セシウム、ほぼ検出されなかったんですけれども、数字になったなっていう程度だったんですが、2013年とかになりますと、検出される地点が結構増えてきてですね、しかも5センチとか15センチの層と同じぐらいの濃度のセシウムが検出されることが、多々あるというようなことが、観察されました。ちょっと点数も少ないですし、なかなかこれだけで断定はできないですけども、モグラとかですね、そういったものが掘って下の方に行っているとかいう可能性もありますので、根っこが運んでいるという断定は完全にはできないですけども、根っこを通じて、
こういうデータがどんどん集まっていきますと、根っこを通じて深いところにセシウムが移動する可能性があるんではないかということが、立証できていくかもしれません。ただですね、この移動してきた量が、果樹の栽培上ですね、最終的には果実を生産するものです、園地ですので、果実の濃度を劇的に左右するほどではないというのだけはちょっと、考えてはいますので、こういうのがあるから果樹の栽培ができないんじゃないかということにはならないと思います。で、下の方をまとめますと、セシウムは土壌にも、鉢植えの木の試験では移動してますし、現地的なところで、見た試験によりますと、物理的な加工が、ものすごく緩やかに起きているということですけども、それよりも速い速度で、セシウムが移動する可能性が、樹木園といったところではあるんじゃないかなと考えています。今日の話題は一応ここまでになります。で、少しだけ今やっている試験を紹介したいと思います。桃の木をですね、栽培してですね、上側が、130、見えない、133セシウムですね、安定体の133セシウムを土に入れて栽培してですね、1年間ですね。で、どんどん木に、133セシウムを吸わすということをします。で、逆にですね、137セシウムのいっぱい入っている土で、桃の木を育てて、木の中に137セシウムをいっぱい吸わすという試験をしています。で、次の年の冬にですね、土を全部入れ替えてですね、133を植えてた方には137の土を入れて、137をいっぱい吸わせた木には133セシウムを、いっぱい入れて、桃の木を栽培しましたと。で、その結果、何が分かるかといいますと、土からのセシウムの移行と樹体からのセシウムの移行が、どういうふうに動くかですね。私一番興味あるのは果実の方ですけども、うまく検出できれば根っこの方でもですね、その比率が検出できると思いますので、この2つを比較すると、どっちからどの程度の割合が移行しているかという、遠藤さんが話をされていましたが、そういった試験が、少し、果樹でもできるのではないかと考えています。で、137の比率を計算すればですね、その割合が分かるんではないかと考えています。以上になります。